これだあれだ。ロビンちゃんかわいい。やったー。はいはい。こんにちは、ロビンです。てるるだよ。お絵かきするのに塗りだけ AI にやってもらったんだけど、これってレイヤー分けできないんですか？確かに AI で出力したイラストは1万円になってしまうので、その後の加工や修正を考えるとちょっと大変なんですよね。こういうライブ 2D 用の原画を作るときに AI イラストでもレイヤー分けできたらいいのになぁと強く感じるわけですよ。勝手に私で遊ばないの。実はある程度のレイヤー分けなら自動でできちゃうんですよ。そう、抹茶もなかさんという方が開発したレイヤーディバイダーならね。なんだって。レイヤーディバイダーはこんな感じに画像の色を見分けて、同じような色ごとに全自動でレイヤー分けしてくれる紙ツールです。今日はステーブルディフュージョンからちょっと離れて、このレイヤーディバイダーをローカル環境に構築してイラストのレイヤー分けを自動でやってみましょう。まずは GitHub 上の作者のページを見て必要なものを確認します。インストール方法には2種類あって、 Google コラボラトリー上で扱う場合とローカル環境、つまりパソコンの中にインストールする場合の2つが用意されています。 Google コラボラトリーってなんじゃらほい。Google が提供しているブラウザからプログラミング言語の Python を実行できるサービスです。なんだか難しそうというと思ったので、今回はローカル環境に構築してみます。必要なものは Python と Git です。 Python はバージョン 3.10.8 が要求されていますが、オートマチック1111用にインストールした 3.10.6 で大丈夫です。まだ Python をインストールしていない方で、将来的にオートマチック1111も使いたいと考えている人は、必ずオートマチック1111を優先してバージョン 3.10.6 をインストールしてください。 Python と Git のインストール方法はオートマチック1111の導入動画で紹介しているので、よかったら参考にしてね。 Python と Git を用意できたという前提で進めていきますね。作者のページには書いていないのですが、必要なものがもう一つあって、マイクロソフトの C++ ビルドツールが必要になります。出ました、 GitHub あるある。次のサイトにアクセスします。ダウンロードボタンを押してビルドツールをダウンロードします。ダウンロードしたインストーラーを起動するとこんな画面が出てきます。ここで必ず C++ によるデスクトップ開発にチェックを入れてください。チェックを入れたら右下のインストールをクリックします。8ギガ近くあるのでインストール完了までしばらく待機します。インストール後はパソコンを再起動してくださいね。 Python、Git、C++ のビルドツールが揃ったら、続いてインストールする場所を決めます。好きな場所にフォルダを作ります。今回もまた例のごとく D ドライブ直下に作ることにします。レイヤーディバイダと今日の日付を付したフォルダを作ってみました。そしたらこのフォルダの中で Git クローンします。1111の時と同じようにフォルダの中でアドレスバーの余白をクリックして CMD と入力してエンターを押します。これでこのフォルダをカレントディレクトリとしてコマンドプロンプトが起動します。作者のページのインストール手順にある Git クローン以下をコピーします。コマンドプロンプトに貼り付けます。これはさっき作ったフォルダの中にレイヤーディバイダのファイル一式を複製するという意味です。エンターで実行します。通信環境にもよりますが、数秒で複製が完了します。この画像のようになったらコマンドプロンプトは閉じてしまって構いません。作ったフォルダの中にレイヤーディバイダというフォルダが作成され、その中にファイルが複製されているのがわかると思います。そしたらここから Windows PowerShell を使ってinstall.ps1 と language.ps1 の2つを実行していきます。パワーシェルはコマンドプロンプトの進化版だと思ってください。しかし Windows 標準の設定ではポリシーの関係でこれらのファイルを実行することができません。なので設定を変更します。デスクトップで Windows キーと R キーを同時押ししてファイル名を指定して実行ダイアログを表示します。そこにパワーシェルと入力します。そしたらコントロールキーとシフトキーを押しながらエンターします。するとパワーシェルを管理者モードで起動できます。青い背景が目印です。ポリシー設定を確認します。 get-execution policy と入力します。 Windows 11標準設定だとリストリクテッドと表示されるはずです。この状態ではファイルを実行できないためポリシーを変更します。セットエグゼキューションポリシーリモートサインドと入力します。これはポリシーをリモートサインドにセットするという意味です。すると変更を加えて良いかと聞かれるので Y を入力してエンターします。これでポリシーレベルが最も厳しいリストリクテッドから
中レベルのリモートサインドに下がってローカルでスクリプトを実行できるようになります。ポリシー変更ができたら管理者モードのパワーシェルは閉じてしまって構いません。インストールの続きを再開します。レイヤディバイダフォルダに戻ってインストール PS1 を実行していきます。フォルダのアドレスバーの余白をクリックしてパワーシェルと入力します。これでここをカレントディレクトリとしてパワーシェルが起動します。レイヤディバイダフォルダの中でパワーシェルを開いている状態です。そしたらドットスラントインストール .ps1 と入力します。これは今いる場所にあるインストール PS1 を実行するという意味です。実行後しばらく待ってインストールコンプリートと出たら完了です。パワーシェルは一旦閉じます。レイヤディバイダフォルダに戻って次はラング EPS1 を実行します。これがレイヤディバイダの起動用ファイルです。実行方法はまたここでパワーシェルを開いて実行する方法と右クリックからパワーシェルで実行を選択する方法があります。好きな方でやってください。実行するとオートマチック1111と同じように To Create Public Link と出てきます。デフォルトは1111と同じ7860番ポートですが1111と同時起動している場合は画像のように7861番で構築されると思います。アドレスをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けます。やったー。これがレイヤディバイダの操作画面です。無事ローカルに動作環境を構築できましたね。大まかな流れは1111と似ているね。早速使ってみよう。使い方はすごくシンプルでレイヤー分けしたい画像をドロップして下の送信ボタンを押すだけです。親切。真ん中のパラメータ設定については正直に言うと特に変更しなくても十分すぎるくらい仕事してくれるのでそのままで良いかなと思います。より細かくレイヤー分けしたい人はイニットクラスタやスレッショルドを調整してみてください。詳しくは作者の GitHub ページを確認してくださいね。今日は試しに我々の1枚絵でやってみました。処理にかかった時間は1024ピクセルの PNG 画像で5分程度でした。こんな感じで色を抽出して色ごとにレイヤー化してくれます。処理後の画像はインストールフォルダ内のアウトプットフォルダに自動保存されています。しかもちゃんと PSD 形式なのすごすぎひん。レイヤー機能が使えるペイントソフトで確認してみましょう。クリップスタジオという有料のペイントソフトで読み込んでみました。今回のイラストだとベースカラーから少し明るいブライトイメージ、少し暗いシャドウイメージの全部で30枚のレイヤーに分けてくれました。似たような色ごとにレイヤー分けしてくれるってことですね。ただしあくまで色を見てのレイヤー分けなので線画だけを狙って抽出は苦手としています。線画の原画イラストがない場合はペイントソフトの抽出機能などで別途用意してやる必要があります。とはいえ色のレイヤー分けしてくれるだけでもかなり応用が効きそうだね。そうですね。例えばデジタルイラストをやっている方で紙のハイライトや服の影を入れるのが苦手って方ならコントロールネットを使って AI に塗りだけやってもらってレイヤーディバイダでレイヤー分け、そしてハイライトや影のレイヤーだけ移植するとか。苦手な部分だけ機械に頼るわけだね。あとはライブ 2D 用のアバター制作の場合目や口パーツの切り抜き加工が必要になるのですが周囲の肌の色レイヤーを消すだけで切り抜き作業が容易になります。キャラの一部分だけ色味を変更したい場合なんかも色ごとにレイヤー分けされてるだけではかどりますね。主で勝手に青くしないでください。手書き AI 問わずイラスト制作をワークフローの一部に組み込んでいる方や画像生成 AI で出力したイラストを何かに加工したいと考えている方ならかなり有効に使えるんじゃないでしょうか。使い手のアイデア次第で大きく化けそうだね。今日は1枚絵を全自動でレイヤー分けしてくれるレイヤーディバイダーの紹介でした。今回はこの辺りでまた来週。歯磨けよ。